どうしたんですか？いや、AI が進化しすぎてて、イラストレーターさんの未来が心配なんです。それが、はい。イラストレーターさんの味方になるような AI があるんです。そうなんですか？今日は生成 AI を開発された方がいらっしゃっているとのことなので、早速呼び込みをお願いします。一岡さんお願いしおます。願いします。一岡さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。画材の一岡です。ということで、本日はイラスト生成 AI 画材に迫っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いしお願いします。ます。早速、ちょっと画材の紹介を簡単にお願いいたします。はい。画材は何をやっているかというと、はい作家さんが、稼げるはい AI を作ろうというので、その AI を今日ご紹介したいなと思っております。実際にどういう仕組みで稼げるようになってるんでしょうか？ですね、はい作家さんの持っていらっしゃるその作品っていうものを、画材の方に登録していただいて、そうするとですね、その他の方々がその作品の作風を使うことができるようになると。でその作風を使って画像を生成するとですね、作家さんの方にお金がチャリンと入るような、仕組みになっているっていうのが、画材のポイントですね。はい。じゃあ例えばメルさんの作品とかを読み込んで、他の人がそれを使えるっていうことですか？そうなんですよ。というわけで今日はメルさんの作品を学習してきましたので、それを使って面白いものできればなと思っております。今日は私がメルさんの作風でイラストの生成ができるということでしょうか？はい、そのようなことができます。おー、すごい。機能が大きく3つありまして、はい、スケッチ機能、画材上で実際に絵を描いて、それを AI が反映していくっていうようなモデルと、あと画像を読み込む。こちら側で写真だとか、こういうポーズ、構図撮りたいなって写真を読み込ませて、それをベースに出していくもの。で、最後はプロンプトをベースに出すもので、プロンプトっていうのは何かっていうと、言葉なんですけど、例えば、秋とか、ベンチとか、いわゆる自分が出したい画像の、イメージを言葉にちょっとつらつらと、Google で検索するときみたいな感じですね。なるほど。みたいな感じで入れていくと、いわゆるシーンが出てくるというもので、今回はちょっとプロンプトを使ってやってみたいなと思います。よろしくお願いします。これも実際に入力しちゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。入力していきましょう。何にしようかな。女の子とかそういうことですね。そうですね。まず大きい男の子か女の子かみたいな。女の子。髪の毛の長さとか。すごい。ロングヘアとかでもできる。長い髪とか。そうですね。長い髪。はい。じゃあ何にしようか。草原にいて、草原、猫、猫。あと何着てるとか。なるほど。衣装か。何がいいかな。じゃあワンピース。ワンピース。はい。結構入れちゃっても大丈夫なんですか？大丈夫ですけど、一旦これでいきます。じゃあテストで。これでじゃあお願いします。これで押します。はい。じゃあ先生。これでできるんですか？絵ができたらできるはずなんですけど。すごい。ちゃんと出ますね。すごい。だって私が打ち込んだこと全部反映されてますよね。反映されてますね。女の子だし、長い髪だし、草原にいて猫に囲まれて、なんか本人も猫になってる。で、ちゃんとワンピースも着用してるっていう。すごい。できましたね。はい。みたいなことができます。ちょっと待って、感動しすぎてます、私今。すごい。マリアさんどうですか？すごいです。なんか、私の多分絵の特徴って、こういう感じの顔なんか、腫れ目とか、横長というか、全体的にギュッとされた顔とか、あと結構髪のなんかパラつき感とかが特徴なんですけど、なんかそれもしっかり再現されてるし、これ実は、メルさんから事前にですね、画像データを5枚ほどいただき、その5枚から、そうなんですよ。で、5枚から学習したもので、つまりその5枚ぐらいあれば、その作風は再現できてしまうと。たった5枚でですか？そうなんです。はい。それって完成されたイラストじゃないとダメとかあるんですか？いや、実は5枚のうち、3枚はラフだったので、実は完成していなくても、テイストであればかなり学習できてしまう。すごい、たった5
AI でしかもラフ混じりでもここまでの完成度で出来上がるってことですか？そうなんです。はい。すごいですね。めちゃめちゃすごい技術ですよね。ここから例えばポーズ指定とかそういう風なちょっと複雑な指定とかもできたりするんですか？そうですね。まあできますんでちょっとやってみますか。やってみましょう。はい。じゃあ今立ってるので、例えばじゃあベンチに座っているとかそういう指定で。いいですね。はい。これでじゃあ、はい、もう一回生成ポチ。おー、すごい。ベンチに座りました。ベンチに座っている。すごい。座りましたね。座りましたね。まあ、というようないろいろなポーズも対応がしているので、はい。じゃあちょっとまた全く別のものをやってみたいと思います。はい。なんだろう。何にしようかな。ちょっと先生も案出してください。あ、私も。女の子。これ楽しいですね。楽しい。無限化しちゃいますよね。そうですね。女の子。廃墟。廃墟。まさかの廃墟。廃墟。ツインテール。いいですね。かわいい。なんだろう。何にしようかな。雨。廃墟か。何にしようかな。迷っちゃいますね。ロボット。一旦出します。行ってみましょうか。はい。結構ごちゃごちゃですよ。ごちゃごちゃですね。どうまとめてくるんだろう。これどうなんだろう。めっちゃいい。めっちゃいい。ちょっとなんかこのスチームパンクな感じっていうか。スチームパンクが出てますね。なんかおしゃれ。おしゃれ感。普通に我々じゃ考えつかないような構図というか見せ方ができるってすごいですね。で実はこれ今この画像を JPEG 形式で、PNG 形式でダウンロードして、利用することができるんですけど、ちょっとこれからですね、PSD 形式、Photoshop 形式でも出して、ちょっとレイヤー分けどこまでできるかっていうのはあるんですけど、レイヤー分けも対応したものをちょっとリリースしていきますんで、はい。ここから手直し編集も可能でございます。助かる。レイヤー分けたらだってその質感っていうか色とかも変えられますし、そうですね。パーツごとに編集できますもんね。できますね。すごい。メルさんの作風を画材が学習して、でそれを他の人が使うことによってメルさんの元にもお金が入るってそういう仕組みで合ってますか？そうですね。仕組みとしては月額利用料をユーザーさんからいただくんですけど、その中の一部ですねをクリエイターさんの方クリエイターさんに還元していく、そういった仕組みになってますんで。こういった形で生成されたり使われたりする分お支払いというか、その分お金が入ってくるような仕組みになってます。いや、すごい仕組みですよね、本当に。最近やっぱ AI イラストとかって結構流行ってるじゃないですか。で、やっぱ作家さんによっては自分のお仕事自体がそのやっぱ AI によって失われてしまうのではないかっていう風に心配されてる方も結構いらっしゃる中で、なんかこういうサービスがあることでちゃんとビジネスとしてそれが成り立ってるっていうことですよね。そうですね。私もやはり今あるその画像生成サービスっていわゆる著作権の問題だったりだとか、いわゆる作家さんを無視したような、いわゆるインターネットであるデータから学習されているっていうところでなかなかいろいろ問題もあるなと思っていて、以前から、その中でやはり私も実はこの前職ゲームのクリエイティブの会社をやってまして、作家さんとかクリエイターさんで命を懸けて、作品作りをしてるっていうのは重々知ってましたので、何かしら便利なものなので、何かしら作家さんにちゃんと還元されるような、そういったAI を作れるのは自分が一番理解できてるんじゃないかなっていうところもあってですね、今回こういったものを開発しているので、うまくAI というものを使って自分のいわゆる作品とか世界観とか、ビジネスモデルっていうのをエンパワーメントしてもらう、より広げてもらうみたいなことができると、私たちとしても、作った甲斐あったなといったところになりますね。はい。メルさん、実際にこうやってメルさんの作風を学習して新しいイラストを生成するこの画材のサービス、どう思われますか？私はすごい有意義なサービスだなと思っていて、自分の
作風を登録して、まあ、どなたかにこう生成していただくと、自分にも収入があるっていうところで、不労所得的なところじゃないですけど、とはいえ、人間働いてお金を得て生活をするってことが、まあ、一番大事なところというか、生活するにはお金も必要だし、っていうところが、自分の絵で、まあ一つこう、収入を得るっていう一つのツールかなっていうふうに思いました。なるほど。作家さん本人が自分の作風をなんか再確認するみたいな意味でも使えますよね。まさにそう思います、私も。なんかこういう絵だったんだなって、改めて思いました。客観視できるツールでもありますね。今日実際にサービス使わせていただいて、もう魔法みたいだなって思いました。だし、なんか、やっぱり絵を描くことには興味あるけど、でもなんか画力が追いつかないみたいな方とかも、こうやって文で指定するだけで、その絵がもう本当に再現された状態で出てくるじゃないですか。だからすごい絵を制作すること自体へのハードルがすごいグッと下がるなっていう風に感じて、早く使いたいです、私は。こちらのサービスって現在はどういう状況なんでしょうか？ですね、今、実はこれ、法人のお客さんですね、企業さん向けには実は、ご提供開始している状態でして、いくつか実はそのゲーム会社さんだったりとか、まあそういった会社さんで、まあ、実用していただいているっていうところまで進んでいる、まあ、AI なんですけど、まあ、今お見せしたような仕組みですね。まあ、プラットフォームとしての仕組みは、今年の夏を、まあ、目安に皆様に提供していきたいと思ってまして、はい。まあ、それにつきまして、ご興味ある作家さんを募集していこうかなと思ってます。で、はい。概要欄にリンク貼られると思うんですが、まあ、そこにですね、まあ、応募フォームみたいなようなものを、置かせていただきますんで、そちらから、ご連絡いただければ、ちょっとご面談なりさせていただいて、で、かつ、こういう、まあ、リスクだったり、まあ、メリットがありますよっていうのも、ちょっと、その対面でご説明させていただきたいんで、まあ、まあ、リモートなりなんなりで、ちょっと、説明をしていただくために、そのフォームを作りましたんで、はい。そのフォームからご連絡いただければと思います。はい。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。では、メルさん、市岡さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。